だけってどうなってんのこの先。こんにちは、How to Walk Japan です。今日はあてもなく2人でぶらりと出かけ、栗駒山須川高原温泉にやってきましたが、未だ開業前。仕方なくドライブすることになり、あのランプの宿にたどり着きますが、この時はまだ知る由もありません。5月開始に向けて10日。いや来年。昨年小学校に来た時も素通りしてしまい、ここには入ったことがありませんでした。今年こそはと思いゴールデンウィークに来てみましたが、当てが外れちゃいましたね。標高1126メートルにあり、毎分6000リットルも湧出する湯量たっぷりの温泉。泉質は日本でも稀な強酸性の明板緑板泉で、古くから湯治客が多いそうです。蒸し風呂、内湯、そして大露天風呂など豊富な種類の湯船が楽しめます。硫黄の匂いがする。ここは諦めて近くにある栗駒山荘へお邪魔します。みんな入り口見て。よいしょ。近くの栗駒山荘、ここもすごくいいお湯です。特に露天風呂が素晴らしい。栗駒高原が一望できる大パノラマは絶景です。絶景を楽しみながらお風呂をいただきましたが、何か物足りず、栗駒山の反対側へドライブしてみます。以前の動画で紹介しましたが、栗駒山の南側は秘湯の宝庫です。小安峡大噴湯の周りに点在する小安峡温泉。以前阿部旅館さんにお邪魔しました。少し西に行くと土塁温泉と河原地獄の湯の滝などがあります。なんだこの右行っても左行っても小安峡温泉。小安峡を過ぎた宮城と秋田の県境にランプの宿という場所を発見したので、そこに行ってみます。車では到達できない場所にあり、徒歩で行く必要があるそうです。今の時期に営業しているか確固たる情報はありません。大迫力の小安峡大噴湯も今日は素通りです。後でどれほど歩くかわからないですから。三重県に入りましたよ。秋田から宮城に入ったところ、ここは何回か通過してるんですが、今までは気がつきませんでしたね。あ、そうだ、ここだ。徒歩10分。湯浜温泉三浦旅館は湯浜登山口の起点で、ランプの宿として知る人と知る温泉宿です。通常営業再開。これはなんだ？いきなり設計なのかこれ？ちゃんと案内がありました。設計は最初だけです。やっぱ最初ここなんだ。あそこはコースだろ？あそこが川沿いというか、設計が溶けかかっていて柔らかく、滑るようなことはありません。こっち行っちゃうと別だな。こっちだよな。本来はここに一段があるようです。まあここでコースを間違えるようなことはまずありませんね。2人ともマイクを置いてきてしまったので、妻の音声はほぼ聞こえません。あ、ほら階段があるんだ、ここに。案内の通り、これ以降雪はありませんでした。新緑が芽吹き始めた綺麗な林が続きます。そして川沿いの道に出ると、すごいいいとこじゃん。お日様も出てきました。雪解け水がゴーゴーと音を立てて流れています。まさに絶景。まだ3分ぐらいしか歩いていませんが、なぜか大冒険しているような気分です。うわぁ、滝だ。入り口の方向からは滝があるようには見えません。歩みを進めていくと轟音とともに滝が現れます。ちょっと感動的。
れはすごいな。ほら、なんかもくもくしてるもん。ね。一応登山靴を履いてきましたが、道はよく整備されていて歩きやすいです。全然見えてこない、まだ。他の人が10分だったら俺なんか15分ぐらいかかるよね、きっと。途中に露天風呂があります。受付してから後で入りに戻ってきます。はみの湯っていうのが名前か。来る前はすごく心配していましたが、歩いてみると難しいところは特になく、私たちのような老夫婦でも問題なく行ける場所でした。ただ秘境感はちゃんとあって素晴らしかった。ほら、なんか見えた気が。なんか見えた。あ、見えた。よいしょ。お、ワンって言ってるね。あ、そうなんだ。山の中にポツンと温泉宿が立ち尽くしています。いや、すげえとこだな。すごいところだな。ロス。綺麗だね。お前はなんて言うんだ。匂いするでしょ。どこだ。このリフトは何だろうな。どっから運ぶんだろうな。あっちからか。すごいね。あの道の道路の向こう側からか。幕末文政7年春3月、熊狩りのマタギにより発見され、三浦一族により守られてきたお湯。今でも電気が来ておらず、最低限の電気は自家発電、基本的には電気なしで過ごすそうです。ああ、すごい立派。やっぱ熊いるな。すいません。日帰り温泉借りに来たんですけど、一回上がった方がいいですか。2008年の岩手宮城内陸地震、2011年の東日本大震災と2回の災害を乗り越えて2012年に営業を再開したそうです。だから建物が新しいですね。ご主人は代々マタギの家系でここの場所を守ってきた家だそう。震災で壊れた登山道を自力で復旧しようと頑張っているそうです。笑顔の素敵なナイスガイでした。さあお風呂いただきましょう。幸運にも日帰り客は私たちだけです。綺麗じゃん。すごい綺麗なお風呂だぞ。めっちゃいい。温度がちょうどよかった。体にじわーっと染みてきて血が全身を駆け回るような感覚。浴槽に反射する日の光と窓の外の新緑の美しいこと、夜のお風呂もきっと素敵なんだろうな。やはり秋のシーズンは混雑するようで、もう予約が入り始めているそうです。おすすめは5月末から梅雨の前まで、比較的混雑していなくて気候もいいようです。10月の紅葉シーズンの後は気候によってシーズンがいつ終わるかわからないとのこと。やはり5月が狙い目ですね。この温泉はもともとマタギの基地だったそうで、国道が通る前は下の関所から4時間かかったそう。今は楽になりましたと笑ってらっしゃいました。本当に超秘湯だったんですね。宿泊すれば地のものを中心とした手作りの夕食がいただけます。ランプの明かりで静かにいただく夕食なんて美味しそうですね。秋には栗駒山が美しく染まります。神の絨毯とも呼ばれるそれは息をのむほど美しい。私も何度か登りました。栗駒山の紅葉は一度は行くべき絶景です。いつか宿泊に来ることを決意して退出します。帰りに露天風呂をいただいて帰ることにします。ご主人ありがとうございました。君もまた会おうね。
綺麗なお湯だったな。来た道を戻っていくとさっきの露天風呂があります。渓流に面した野趣あふれる露天風呂は硫黄泉で低調性弱アルカリ性高温泉。あ、いた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 いどんなビジュアルなんでしょうか。た。うわーい。うわーい、すごい。大自然のど真ん中に湯船がぽっかりと口を開けています。一人露天。ちょっと入ろうかな。うん、せっかくだからな。もう目の前がこれってすごいね。一応目隠しが。脱衣所があるのでそこで衣服を脱ぐと丸裸で表に出て温泉に浸かります。さすがに妻にはハードルが高く私一人で入浴。ぬるめのお湯で快適でした。何よりもこの景色を見ながらお湯に浸かるなんてそうそうありません。風呂から上がって駐車場まで約8分ほどの道のりもこの季節は風が気持ちいい。不安そうに道を歩いてくる次のお客さんとすれ違います。なんか先輩になったような変な優越感。昔はこんな道を4時間も歩いてやっとたどり着いた人、今では車で来て10分です。最後の設計がちょっときつかった。汗かいてしまいました。そういえばこの近くにもう一つ徒歩でしか行けない温泉があるんです。車で約1時間35キロの距離にある河原地獄、日本三大霊場に数えられる場所です。この奥に幻の湯の滝が隠されています。途中泥湯温泉を通過します。天狗伝説がある素晴らしい秘湯ですが、今日は徒歩でしか行けない温泉というお題なので割愛します。泥湯温泉から目的地までは数分の距離。青森県の恐山、富山県の立山と並ぶ日本三大霊場の一つと言われているここ河原地獄。河原地獄は約600年前の大規模火災噴火で形成された三途の川カルデラのほぼ中央に存在し、火山活動の後に発生した水蒸気噴火が繰り返して形成された爆裂火口。周辺では至る所で硫化水素を含む火山ガスの噴気が見られ、噴気口周辺は硫黄結晶が析出しています。この先に風呂があるなんて誰も思わないよね、普通。この盛り上がっている場所は硫化ガスの影響で立ち入り禁止です。毒ガス漂う白色の世界。結構長いぞこれ。なんか不思議だなこれ光景。ちょっと暑いかも。あっちこっち立ち入り禁止だね。私ないなこれ。高低差ありそうだな。まだまだ下るし、特になんかあるな。車で行けたのかな、こっちまで。スタンダー。いや結構だぞこれ帰り。入り口からここまで約700メートル、約10分のコースタイムですが、もっと長く感じました。こっちじゃない。あ、ここで下がってくんだな。ここから先までは約500メートル、約8分くらい、もうすぐと思ってましたが、私的にはここからが大変でした。ネットについてください。落ちたら死ぬ。やだなこれ。微妙に怖い。
あ、なんかこんな探検みたいだと思わなかったな。まだ行くのか。いや、あ、まだ遠そうだぞこれ。いや、いや、いや、なかなか高い。やだ、ちょっと怖くて疲れた。あ、もうちょっとだ。そこが脱衣所って書いてあったんだな。いや、すごいな。標高700メートル、落差20メートル、源泉温度96度。この滝が全部強酸性の温泉です。今の私はどっちなんだろう、言葉を失った。源泉から滝までの間に水が購入し、滝壺は適温になってます。乾燥機には40度前後。源泉はペーハー 1.2、目に入ると死にますのでご注意。2つの滝壺が天然の浴槽です。輝いてたあの花、ボロボロになっても立ち上がる意味があの場所にあった答えを見つけに来た。昨日までの私に最後のさよならと言えた。いいお湯でした。じゃあ、よかったですか？あ、よかったですよ。そうですか。よかったです。はい。あ、ちょっとぬるいんですけど、滝壺なんか入ると面白いですよ。こうぐるぐる回って。お気をつけて。